久々にねちょっと気味が悪いところですね。ここは。皆さんこんにちは、ランタイムです。これはね冬仕様にしたばっかりの7万円の軽で、いろんなね装備をもう積み込んで、この状態ならね冬を暖かく過ごせるんではないかなという風な状態まで持ってったんですけども、実際に寒いところで寝てみないと本当に使えるのかどうかよく分かりませんよね。で、冬といえばね雪なんで、雪が降らないかなと思って天気予報を見てましたら、なんとね鳥取県の端っこの方の日南町という方でね、今夜の夜半から明日の明け方までかけてねみぞれとか雪が降るそうなんですよね。で、この雪はね中国地方では今シーズン初の雪になるみたいで、今回逃したらねまた1週間ほど雪とか降るような天気にはならないんで、今回はねその雪がドカッと降る日南町の方に向かって行って、この7万円の軽のね車中泊実験をしていきたいと思います。で、ちなみにねもう装備はこんな感じで積み込んであって、電源も布団等も揃ってるんですけども、今回ね1個だけ違うのがここなんですけども、よいしょ、これですね。簡易ポータブルトイレです。これをねちょっと一遍今回ねちょっと試しに積んでみてみます。というのが、今回雪が降る場所がどこで降るかもはっきりしないんですよね。ですんでトイレがない場所で車中泊する際でも、もしね緊急事態になった際にはトイレまでちょっと間に合わない場合があったりするかもしれないんで、今回はちょっとねこの分を積んでいきたいと思います。はい、使うか使わないかは別の話です。で、あとねせっかく日南町の方まで行くのに一泊で帰っちゃもったいないなとも思ってみたりしてるんで、今回はねどこでもう一泊するかもしれないんですけども、交通費と2日間の滞在費を含めてね1万円でなんとかね切り抜けてみたいと思います。はい、だからね高速道路使ったら高速料金もそこには含まれます。ということでね、もう早速日南町の方に行こうと思うんですけれども、今回はね日南町のどこで車中泊をするかまだ決めてないんで適当に行こうと思うんですが、ここまで行くのにね2時間はかかるんですよね、ゲレも。で、現在の時刻はねもうなんだかんだでね3時47分で4時前なんで、着いたらね早くても6時なんですけども、もう外は真っ暗だと思うんでね、安全運転でゆっくりね行きたいと思います。はい、ということでね旅の趣旨はこんな感じで、早速行ってみたいと思います。行きましょう。はい、岡山インターチェンジからね高速道路に乗りました。思いっきりこの時間は逆行なんでね、事故を起こさないように気をつけていきたいと思います。はい、山陽道から岡山道に乗り換えます。はい、岡山道にね乗りました。これからねだいぶ一直線です。すごい景色。はい、岡山道が終わってね、中国道に乗り換えます。新見方面にね行きます。よいしょっと、はい、なんかね雨がパラパラしてきました。これはね今夜ちょっと期待できるかもしれませんね。はい、今ね5時ちょうどです。もうねだいぶ外は暗くなってきました。安全運転でね今行ってるんでだいぶ時間がかかってます。で、今回行く場所なんですけども、とりあえずね日南町の方にあるね展望台に行くことにしました。僕がねいっぺん行ってみたいなと思ってたところです。で、その展望台へ行くにはね高速道路を降りてから一般道をさらに40キロほどね移動しないといけないんで、結構時間がかかりそうなんですけども、初雪を拝みに頑張ってね行きたいと思います。はい、大佐っていうねサービスエリアがあるんでトイレ休憩に寄ります。よし、はい、よいしょ。行きたいのはねトイレだけなんでパッとできます。うわ、外すごい寒い。今ね気温見たらね5度ぐらいでした。すごい冷えてます。行ってきます。よし、車にね戻りましょう。
はい。でね、今ね、ルートを調べてみたら、もうね、ここのサービスエリアは出口も書いてるんですけども、ここで降りた方がね、結構安くて、あと到着時刻もね、4分ぐらいしか変わらないらしいんで、もうね、このサービスエリアで降りてから目的地を目指したいと思います。はい。そうしましょう。じゃあね、出発です。よし、行きましょう。出口はこっち。ここ ETC がついてるんでね、ここで降りれます。料金はね1170円でした。めちゃくちゃ安いですね。よし、もうね日が暮れてしまったんで外真っ暗ですね。はい、ということでね、新見の方まで降りてきたんですけども、ここからねまだ40キロほどね一般道を走っていかないといけないんで、もう適当にねのんびりと安全運転で行きたいと思います。はい。で途中でスーパーに寄ろうと思うんですけども、まずはねそちらを目的地として移動したいと思います。行きましょう。はい、ここからねスーパー山道です。Google が紹介してくれた道なんですけども、意外と広くてね走りやすいです。はい、やっぱし Google に裏切られました。こういったね細くて険しい道を走らされてます。僕はねどこに連れて行かれるんでしょうか。はい、ということでね日南町に入りました。といってもね外真っ暗なんで何も見えませんね。とりあえずスーパー目指します。こうかな。はい、到着です。スーパーマルゴーさんですね。 OK。 はい、ということでねスーパーマルゴーさんに到着したんですけども、かなりねオンタイム通りに着きました。だから Google マップね最近ナビの精度高いですね。変な道は通らせるけども。で今からね食材を買いに行こうと思うんですけども、いくつかね食べ物持ってきてたりするんで、必要なものだけ買って帰ってくるようにしたいと思います。はい、じゃあね行きましょう。おお、なんかおしゃれな感じのスーパー行ってきます。はい、ということでねいろいろ買ってきました。お、雨がね結構降ってます。車にちょっと戻りましょう。よいしょ。はい、ということでねいろいろ買ってきたんですけども、結局ね車に戻ったらね6時55分でした。だからね30分ぐらいね買い物を楽しんだことになります。でということでね買い物も無事終わったんで、今日のね宿泊場所の方に移動しようと思うんですけども、今日はねここから30分先にあるちょっと小高い場所にあるね展望台というか展望所というか、そちらの方を利用させていただきたいと思います。ということでね今夜の宿泊予定地に向けて出発です。行きましょう。マルゴーさんありがとうございました。はい、何やら怪しい道に誘導されました。この道をね進んでいくようです。果たして無事たどり着けるんでしょうか。とりあえず真っ暗です。はい、一目でわかるやばい道ですね。これ道路のね上に松葉が散っててから、それをね走った跡が見られないという、これはちょっと怖いな。毎回思うんですけどもね、こんな時間に来るような場所じゃないんですよね。普通はもっと明るい時間に城内に入って安全を確認した上でねするのが正しい車中泊のやり方だと僕は思ってるんですけども、僕はねもう毎回間違ったやり方してるんで、皆さんあんまり参考にはねしないでください。何かあっても全部自己責任という格好です。とりあえず怖いです。はい、青い看板が見えました。これをね右に曲がったら展望台ですね。街灯も何もありません。ちょっとねやばいですねこれは。一応ね車から出なかったらなんとかなると思うんで行きましょう。久々にねちょっと気味が悪いところですねここは。
下の葉っぱもう全く車が走った跡がないんでね、誰も入ってこないのは分かるんですけども、入っちゃいけない場所かもしれないな、こりゃ。ちょっと困りましたね。この先行かない方がいいっぽいな。でも U ターンできる場所がないんですよね。夜中のこんな時間にね、通る道じゃないです。本当にやばいな。道が相当やばいですね、本当に。あと 800m ありますけども、場所だけねまず見てから、ダメそうなら場所変えましょう。まだもうちょい先ですけども、とりあえずね、今日の雪はそこまで積もる雪じゃないのは分かってるんで、みぞれ時々雪みたいな感じなんで、このぐらいの道ならね、走破可能です。降る前からだいたい分かります。ちなみにね、こんな道はね、もう7万円の軽以外多分入ってこれないんでね、横をガリガリ擦っちゃってるんであれなんですけど、そろそろゴールだけども、本当に道が急に開けた。はい、ゴール。おー、すごい。ごめんなさい、映らないと思うんですけども、ここで OK ですね。ということでね、到着です。電気消すのが怖い。はい、ということでね、今ついてる場所がこんな感じで、ここが展望台ではあるんですよね。で、駐車していい場所っていうのがね、いまいちわからないんで、もう適当に今車止めてます。でね、街灯はね、全くないんですけども、ここはね、トイレなんですよね。だから、困った時にもね、用が足せる場所で、あとね、ちょっと気になってたんですけども、電波がね、2本立っててね、電波入ってるんで、通信はできてるんでね、何かあった時も連絡できるんで、大丈夫そうですね。はい。ということでね、ちょっと怖い思いをしてここまで来たんで、今夜はこの場所でゆっくりさせていただきたいと思います。じゃあね、ちょっと後ろ準備します。はい。ということでね、ちょっとこちらの後部席の方に移ったんですけども、ここね、周り何もいないはずなのにから、周りがね、パキ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 音がしたりとかね、して、ちょっと本当に結構気持ちが悪いです。でもね、僕は今日はここで雪を待ちたいと思うんで、一晩ね、この恐怖の場所で過ごさせていただきたいと思います。で、もう8時前なんでね、お腹も空いたんでご飯を作ろうと思うんですけども、今回買ったものが、こんな感じのものをね、買ってきたんですけども、鮭のね、切り身みたいなのがあったのと、あとね、これ、酒粕なんですけども、どうやらね、地元の酒蔵さんの酒粕らしくて、こうね、少量の分で売られてたんですよね。大岩市場さんの酒粕 124g で121円っていうね、通常はね 300g とかの単位で売られてるから、僕今まで車中泊の中で酒粕を使った料理は作らなかったんですけども、今回はねこれが手に入ったんで、もうこれに合うような食材をたくさん買ってきました。で、粕汁のね、もう具はもうこの分でいけると思うんで、これ買ってきました。これがね200円ぐらいでした。安かったです。で、あとね、アサリが安かったんで、アサリ買ってきました。はい。ということでね、これだけのものが買えたんですけども、今回ちょっとね、スーパーに行ったらね、ちょうどお惣菜に半額シールが貼られる時間帯だったみたいで、目の前でね、どんどんシールが貼られてたんで、今回これを買ってきてしまいました。カキフライですね。半額のやつです。もう大好きなシールを目の前でね、カキフライの中に貼られた日には、買わないとやっぱしいけないんでね、誘惑に負けたっていうんですかね。いや、世間に負けたんですかね。ちょっとね、いろいろと負けてしまったんですけども、でもね、美味しそうなものが手に入ったんで、今からね、ちょっとゆっくり料理をしていただきたいと思います。ちなみにね、料金は869円でした。だから高速道路代が1170円だったんで、合計で2039円使ったことになります。はい。で、まずはね、豚汁の具で粕汁を作ろうと思うんですけども、これをね、全部粕汁にしちゃったらもう絶対に多くて余っちゃうような気がするんで、この野菜半分ぐらいをね、使うような格好にしていきましょうかね。で、半分でね、炊き込みご飯作りましょう。はい。ちょっとね、やりましょう。どれぐらいにしようかな。あんまり作りすぎたらね、お腹が食べきれないんですよね。とりあえずご飯。米 75cc、0.5 合ですね。よいしょ。はい。水120。ちょっと多めですけども問題なしです。豚汁はこれで作りましょうかね。うん。全部いけるでしょ、大体。これはね、水洗い不要で全部そのまま使える分なんで、もうそのまま使います。ごぼうのね、匂いがすごくいいですね、これ。で、こんな感じなんで、具だけをね、
こっちに移しましょう。こっちの具をね、移しておきます。でかいけど、まあ別に気にしなければいいんでね。うちは食べやすさよりも味で勝負する店なんで、こんなもんでいいでしょう。うん。これね、後で味付けします。今はもう蓋して置いときます。はい。で、こちらはね、水がまだやっぱ少ないですね。今回は味噌をね、1個しか使わないはずなんで、2個使っちゃおうかな。2個使ってから味噌汁2杯分作ってもいいですね。そしたらね、アサリが食べれないけど、アサリはね、ちょっとまた取っときましょうかね。はい。アサリはね、しまいます。OK。ちょっと僕の持ってきてるお宝のお酒が見えた。よいしょ。はい。はい。こんな感じ。よし。ちなみにね、今回お酒とかは持ってきてます。家にあったんで。毎回ね、全部買ってたら大変なんで。ごめんなさい。で、そしたらどうしましょうかね。これもうちょっと水入れてから、味噌2個ぐらいで味が整うような感じにしましょうかね。これぐらいでいいや。OK。これをね、もう加熱料理していきましょう。はい。で、しばらくね、置いときます。で、お次はね、これ、鮭なんですけども、これ結構ね、いい身なんですよね。で、これをね、全部、かす汁にしちゃうのはもったいないんで、いくつかはね、塩を振ってノンフライで焼きましょうかね。美味しそうなんでね。そうしましょう。線だけね、下げておきます。で、これをね、焼く分と煮る分に分けましょう。このね、ブロックっぽいのはね、煮る分にして、こっちを焼きましょうかね。美味しそうなんで。とりあえずね、ここに置いたらね、魚の油は結構匂っちゃうんで、中にね、これをちょっと敷きましょうかね。中に敷いて、垂れた油がそこに垂れないようにします。適当に。で、こうやっといて、この上にね、もうちょっと箸とかないんで、手でいきます。美味しそう。ドーンと置いて、この分だけ置いておきましょう。はい。で、これはね、こっちでかすれにしましょう。ちょっと一旦置いといて、もう沸いたんでね、様子を見ましょう。あ、ちなみにね、窓はもう開いてます。せーの。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。いい感じ。よいしょ。はい、あ、野菜はね、手でちぎったら美味しいっていう風に言うんで、多分魚もね、手で入れた方が美味しくなると思います。うわ、美味しそう。もうすでにこの時点でから美味しそう。で、ちょっとね、やっぱし水分がもうちょい欲しいですね。かす汁は美味しいんで。OK、これぐらい。味噌をね、加えましょう。まだたくさんあるんでね、2個使います。OK。で、まずはね、これ、味噌汁にします。僕はね、かす汁は味噌を入れる派なんで、味噌を入れて、味利き。薄いな。あとはね、これでもカスで調整します。で、少しね、煮込みます。はい。で、待ってる間にね、こっちをやりましょう。これね、塩振った方が美味しいんで、塩振ります。これね、よく考えたら、皮目が上の方がパリッとなるんでね、皮を上にしときます。OK。で、あとね、カキフライをね、もう入れときましょう。どうせね、温めるんだったら、スペースの関係上ね、3つにしてきます。もう。で、カキフライだけ4分ぐらい取り出して、魚の方はね、もうあと4分ぐらいするような格好にします。はい。ということでね、セット。で、まずは4分。OK。ちなみにね、今回電源は AC200MAX で、満タンにできなかったんで、65% でやってます。はい。消費電力が多いんでね、ガンガンに減ると思います。ということでね、こちらの方がいい感じなんで、よし、こっちにね、カスを入れましょう。ちなみにね、この時点でちょっと薄めの方が、醤油とかを入れてね、味が調整できるんで、もう気にしなくていいです。薄めで大丈夫です。どれぐらい入れようかな。これぐらいにしようかな。もうこれをね、煮ながら溶きます。本当は網みたいな分でジャカジャカジャカってやるのが一番いいんですけども、ないんでね。適
当にしばらく溶きます。ちょっとね温度が高いかもしれないんでちょっと落とします。180度。もうねすでにいい匂いがし始めるんでね、ちょっと開けときましょう。匂いがこもったらあれなんで自動ドアを開けます。よし、これぐらい。よし、ちょっと味聞き。あー美味しい。美味しいけどももうちょい酒粕が欲しい。もう一切れ。おーいい感じになってきた。これはすごい。絶対美味しいやつ。 OK。 酒粕もね完了です。めちゃくちゃねいい感じできてます。 OK。 おうなった。はい、取り出したらもう鮭もねなんかだいぶいい感じですね。これあれいいかな。もうとりあえず牡蠣はもう絶対にいいんで牡蠣だけ取り出します。まずは。で問題は鮭なんですけども相当いい感じですね。でもね皮がまだパリッとしてらんのでもうあと数分やりましょう。はい、あと2分。魚を焼くのはねノンフライヤーすごい適してて、魚の厚みとか大きさによって時間違うんですけどもだいたいね6分から8分でできます。でちなみに今余熱を含めて4分やったんですけども残量 60% ですね。だから余熱別で4分間で 5% 使ったという過去ですね。はい、ということでねもうそろそろできるんで準備しておきましょう。お皿ね汚したくないんでもうくっつきにくいホイルであれしましょうかね。でこういった時にねサランラップがいいのかくっつきにくいホイルがいいのかっていうのが出てくると思うんですけども、通常はねサランラップの方が破れにくくていいです。なんですけども温度が高いものをのけたらねサランラップは穴が開いちゃうんで、こうやって焼いたばっかりの分とかのせる時にはホイルの方が絶対にいいです。ということで完成ですね。はい、かなりねいいのができました。これで下側にもね油がすごい落ちてるんで食べ頃になったと思います。もうこれね皮も食べれるやつです。 OK。 よしできましたね。はい、じゃあねかす汁も焼き鮭も牡蠣もできたんでね早速ご飯いただきたいと思います。でもういただくのはねやっぱりみんな大好き本気にいこうと思います。いただきます。まずはねハラミからいきたいと思います。最高です。もういきなりビールいきます。皮もねパリパリです。ちなみにねちょっとごめんなさい、6分やりすぎたかもしれません。4分ぐらいでうまかったかもしれません。でもねめちゃくちゃ美味しいです。皮がパリパリ。かすりいきましょう。こんな感じです。すごい美味しそう。はい、こんな感じですね。よしいただいてみます。まず野菜。魚。お汁。美味しい。たまりません。あったまりますね。飲んだだけですごいポカポカしてきます。酒粕のパワーですね。牡蠣はねポン酢でいただきます。ポン酢にいただきます。たまらない。でちょっとねまた外でね気持ち悪い音がしたんで窓閉めときます。なんか怖いねここ。ということでね美味しいご飯とくれば次は映画なんでねなんか映画を見ましょう。僕ね最近ドゥエイン・ジョンソンさんがね好きだからドゥエイン・ジョンソンさんのねセントラル・インテリジェンスを見ます。あんな子を作りたいものです。だってね彼こそカルビン・ジョイだ。通称ゴールデンジェットだからもう一度だけ伝えたい。世界一の美女に愛を。かす汁がね想像以上に美味しいです。
めちゃくちゃ美味しい。どうしよう。今回ね、もしかしたらずーっとカス汁ばっかり食べるかもしれない。そんなね、つまらない旅になったらいけないんですけども、それぐらいね、美味しいです。これは当たりだ。で、どうしましょうかね。ご飯を食べるぐらいの胃の空きはないんで、もうね、あとは映画を見ながらね、鮭食べたり、カキフライ食べたりしながら過ごしたいと思います。はい。ちょっとね、ゆっくりします。はい。ちょっとね、寝落ちしてました。ごめんなさい。とりあえず、ご飯は食べ終わりました。ごちそうさまでした。食べ終わってゆっくりしよう思ってから、ここにね、寝転がったら、気持ちよすぎてね、寝ちゃってました。現在の時刻はね、1時15分です。日が変わってます。で、気になる雪の状況なんですけども、今日はね、天気予報ではみぞれっていうことなんでね、窓の外こんな感じで、確かにみぞれっぽい風ではあります。でもね、積もってるような感じはないですね。で、現在地のね、天気なんですけども、雪マークがね、相変わらずついてるんですけども、積もってくれるんでしょうか。ちょっとよくわからないです。で、もうね、一度ね、しよったんで、やろうと思うんですけども、これね、いつものこたつボタンなんですけども、この中にね、さっき、これですね、なんかよくわからない USB の膝掛けみたいなのをね、入れたら、めちゃくちゃこれがね、暖かくてから、もうポカポカでね、とろけるようにね、寝てました。だからね、これは相当かなりいいですね。膝が暖かいです。で、車内の気温はね、8度ぐらいだったんですけども、全く寒くなくね、ぐーぐー寝ちゃってました。これじゃダメですね。もちろん、下もね、すごい快適です。はい。ということでね、休もうと思います。今夜はね、謎の USB 電気毛布の上に布団を敷いて、さらにね、その上にちょっと毛布をかけてみます。この方が暖かいよって言われるんで、やってみようと思います。で、現在のバッテリー残量が47% ぐらいなんでね、今 AC と DC をオンにしてるんで、AC 出力を切ってね、寝ようと思います。こうですね。はい、これでね、今 USB だけの状態です。ちなみに照明はね、モバイルバッテリーみたいなやつです。じゃあね、そろそろ休みたいと思います。明日はね、雪がしっかり積もってくれてることをやりましょう。ということで、おやすみなさい。中国地方最大級の大露天風呂があるらしいんですよね。日帰り温泉オーシャンさんの方にね、遊びに行ってみたいと思います。